角崩れてきちゃうかも。もうやだすごい本当に忙しいんだね。子供のものがもうちょっと入るようになると、ここが片付くのかなみたいなね。喧嘩売ってるわけじゃないですよ、全然いいんですよ、ここ寝てても。楽しくやってそうね、いいですか、ギャグですよいいですか、私別にお父さんと喧嘩しようなんて全く思ってないですからねこういうキャラなんで慣れてください大丈夫？大丈夫です。今回の週末ビフォーアフターは 2LDK マンションにお住まいの5人家族のお宅に訪問してまいりましたので、まずはこちらの模様からご覧ください。こんにちは。古方です。よろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いします。あら、なんか可愛い赤ちゃんがいらっしゃるけれど、おいくつ？ 7ヶ月。7ヶ月。いやー可愛いわ。こんにちは。まだ喋れないもんね。びっくりしちゃうよね。でもなんか聞いたことある声なのかな。すっごい見るよね。知ってる人が来たみたいな感じでね。はい。狭いね玄関。玄関狭いですね。もう狭いのにさ、ベビーカーが2台もあってさ、靴もね家族分置いたらね。そうよね。ここじゃなんで中入らせていただきたいと思います。お邪魔します。ここリビングね。こんにちは。あら僕がいた。お父さんもいるの？どうもはじめまして。2ボーイズと7ヶ月の女の子とお父さんとお母さんともう家族総出でお出迎えでそっか今春休みからだ。春休みとずる休み。ずる休みね。そうよね。でね、もう純子来てんのにもうねゲームやってるってね教えた通りにこれが置いてあって私の最新刊がこちらに。でもね部屋は全然片付いてないっていうね。そうですよね。お父さん今日お仕事ね。そうなんですね。夫婦で大きいね身長が。私が見上げる感じで、そうです。なんか2人でバレーボール選手みたいな感じなのそれぐらいありますね。いやいいじゃないですか。ただねお子さんがここまでいると、どちらかってるっていうか大変ですね。大変ですね。じゃあとりあえずいろいろ悩みがあると思うので話していただきたいんですが、ここがリビングダイニングみたいな感じになるのかな。結構ね物いっぱいあるって感じだもんね。すごいですね。もうモリモリで、もうこの上とかももうよくこれで崩れないなっていう芸術的に散らかってますね。はい。ママは何に悩んでるって感じ？物の多さもそうです。物の多さね。そうね。いい。ここだけしか見てないけど、まあモリモリよね。そうです。やっぱり足元に物いっぱい落ちてるんで、掃除機がこう、ね、かけられる場所とかけられる場所が決まってたりとか。そっかそっか。ここはもう一つお部屋になってて、ここがリビングみたいになってるんだ。こっちがそうくつろいでるね。でリビングダイニングで2つのお部屋を続けて入ってるみたいな感じね。あとパパがそこで寝てる。ここパパ寝てんの？ここパパの寝室？そうです。そうなんだ。ってことはこの場所に布団を引くって感じ？そうです。なんかちょっとこう狭々しい感じするよね。あんまり気にしたことない。そうですね。今日はね、俺の休みの日に来んじゃねえよって感じなんですね。ちょっとテンションね。一応 YouTube なんでね。すいませんね。南具さんにつけるのが趣味とかではなく、一応なんか相談されてきたんですけど、こんだけね、お子さんがいるとその大変さはよくわかるので。あんまり私も強くは言えないというか、でもお父さんここ寝てること自体は不便だとは思ってないんだ。仕方ないです。そうよね。ってことは寝る場所が他にないってことですよね、きっとね。そうです。もともとここで寝てたの？引っ越した当初は真ん中の部屋だったりだったんですけど、他に部屋になったんだけれども、だんだん子供が増えていくにつれて俺はここに来ちゃったみたいな。あと真ん中の部屋空調がないんですよ。なるほどね。それも寝れるんで。どこでも出れるタイプ。なるほどね。ここにもあれ収納あるじゃないですか。あんまり開けられる状態ではないですけど。そうです。いいですか？ここには何入ってるの？だってさ、この布団がこんだけ出てるってことは入らないってことでしょ？そうです。もうね、大変開けるのが。洋服入ってんだここ。すごい結構入ってるよいっぱい。
すごい全部洋服じゃんこれ。そうです。下はオフのものと、右下はさ、タンブラーとかいっぱい入ってるよね。何バーテンダーなの父さん。いや、コレクションタンブラー。へえ。でもね、残念ながらね、ここの1枚しか開かない。そうなんです。何開けちゃダメなの？大丈夫？ここは何入ってる？バッグと、ベビーバスと、あとちょっと本があったりとか。そうなんだ。これでもう腰が痛いからさ。じゃあ動いてないのね。使ってない。とりあえずここ全体的に稼働してるのはこの1列だけね。そうか。そう。いやもうでもせっかくだから見よう。開いた。オープン。お父さんありがとう。はい。本当だ。完全に動いてない。そうです。でも綺麗よ。こっちの方、ここが一番綺麗だよ。でも稼働しないんでしょ？まあ今稼働してるものじゃなくて。もういいですよ。全然。そうですよね。はい。ね、これ一応リビングなんで。まあなので、できればここの散らかるものがここで稼働できたら、このうちは片付くかな、みたいなところで言うと、まあここに動かないものがあって、ここにお父さんの衣類があるっていうことで、まあお父さんは、まあ起きたらすぐ着替えられて出かけられるから便利かもしれないけど、でもね、このありさまがね、これでいいのかっていう話ですよね。いいですか？喧嘩売ってませんからね。とりあえず、この家が片付いて、お母さんのストレスがなくなったらいいなと思うんだけど、何お母さん働いてないんだ。育休中です。ってことは、近々復職予定。来週からも保育園。急すぎる。来週からなの？そう、この子が。しばらくして鳴らしたらもう5なんだ。はい。そうよね。ただね、なんかまだねこの家がね親になりきれてない家なのかなっていうような、子供のもの全部出てるけどここ大人っていう感じだから、子供のものがもうちょっと入れるようになると、ここが片付くのかなみたいなね。喧嘩売ってるわけじゃないですよ。全然いいんですよ、ここ寝てても。楽しくやって。そうね。そうね。楽しく、そうね。いいですか？ギャグですよ。いいですか？私別にお父さんと喧嘩しようなんて全く思ってないですからね。こういうキャラなんで、慣れてください。大丈夫？大丈夫です。こういう人なんだよね、もともとね。いや。え？何？もうちょっと元気で。あ、そうなの？まあスイッチ入ってらっしゃるなみたいな。車の中からこんな感じ。でも駐車場がないって騒いで。まあでもただあれですね。ちょっと物多いかな。今のお父さんの入れ立ちからちょっとびっくりするぐらい、結構なんか派手なものもあんのねみたいな。そもそもここしか動いてないんでしょってなったら、こっちの方には汚い服もいっぱいあるのかなっていう気がするわよね。捨ててくださいっていう宗派じゃないから安心してくだささいね。ただ多いなって。だって他見てないかわかんないけど、そんなに4個も5個も部屋ある家じゃないですよね。ってなるとやっぱりこうその枠の中でやりくりするには、もう言うたって5人ってことはもう人口密度が高めなので、やっぱりもう物の量もね、ある程度ちょっとこうコントロールしないと難しいかなって。人生ゲームやってるんですけど最近5人で。狭い部屋が好きなのかしら。いやもうちょっとこう優雅にやりたいじゃん。優雅にね。分かったわ。悩んでるのはただ一人あなただけなのね。かもしれない。いやそんなことはないですよ。本当？いやでもね、方向性は違うところもあるなと思いますよ。方向性、例えば、片付けてキープできるかどうかっていうところが、やってくれたりもするし、自分もやるんだけども、一日の終わりにはそのリセットされてないんですよね。でそのまま次にってなっていくから。いやいや、お父さんもうね、7ヶ月の子供がいるとそういうことですよ。もう自分がやりたいと思う目線とやらなきゃいけないことが同時に発生するから、結局優先順位の高い子供に行っちゃうってね。裁判官以上です。ちょっと待って、他も見せて。もういろいろね見た結果、まあどうしていくかっていう話よね。はい、ということで他の部屋も見せていただきたいんですけれども、こちらの奥にあるのが寝室かな。おお、すごい。ここあれか、パパ以外の4人で寝てるのか。はい。お、そうです。布団2枚で。布団2枚でこの川の字っていうかね、はい、で寝てるんだ。ねえ、すごいわ。あれ全部おもちゃなの？そうです。すごいね。
もうどこ行ってもなんか渦高く積むのがこの家の感じね。ぬいぐるみが大好きなのね。乗るわよ私この上。なんか遊べる状態じゃないよね。それなのね。そうだよね。なんか寄せてあるって感じ。うん、そうです。ここに収納あるよ。は子供の手が入ってますけど崩れてきちゃうかも。もうやだすごっ。本当に忙しいんだね。なんかその場所の使い方が出せなくて、高さがあって。高さがあってね。ママとパパはもう楽勝だけど、子供たちはこう絶対届かないし、だからといって子供にあげられて何か取られたら1個取った瞬間全部崩れるじゃない。ただあれ何？ここ右側し開かないの？右は開かないです。あ、もうほんとここしかないんだ。はい。反対側の方が。あ、隣の部屋の収納なんだ。なるほどね。だからほんと2人の子供産んだ後に3人目産んで終わったって感じだね。じゃあここが寝室で、はい。まあここもなんとなく景色的にどうなのって話になったあと、そうですね今私寝室ねって言って通り過ぎた時にスルーしちゃったんだけどここ何？物置部屋です。あ、物置部屋があるんじゃん。すごっ。物置部屋としてしか使ってないの？あ、あるよ収納ここ。そう開かないです。もうこの家はほんと収納の前に何か置くから絶対に開けさせないぞって感じね。そうですね。ここにあるものは何？ランドセル置いてあるの？みんなのも荷物、カバン、う荷物ね。白いうんワードだと私の服が入って、後ろ鏡がでも開かないわよ。開かないです。鏡がついてるところしか開けられないです。この家の特徴ってさ、左側しか開かないっていうね。そうです。いやーでもこれだってあんま動いてるように見えないわけですよ。だってママさ、もう意識不明の重体でここまで歩いてこれないでしょだって。うん、そう。ただここになんか結構紙物があるわね。そうですね。なんか書類だとか、あと CD と本と。このタンスは誰の洋服入ってるの？子供が一段ずつと、あと私の下着類。あもうそれはものすごくミニマムなのね。もう閉まらなくなってきてる。まあねまあね。でもお父さんの巨大な収納庫に比べたらそんなになるよね。そうですね。いやーでも溜まっちゃったね。でこれで最後部屋はそうです。わかりました。じゃあ一回リビングに帰って作戦会議しましょうか。はーい。まあ一通りお部屋を見せていただいて、子供たちも明るいしお父さんは優しいし、ただ問題なのは物が多いっていうね、部屋の広さに対して、しばらくは引っ越す予定もなく5人でここで仲良く暮らしたいとなった時に、まずはママから、この家をどうしたいっていうのをちょっと言っていただきたいんですけど。いやもうとにかく物を片付けたいです。物を片付けたいね、ここを通るにしてもこの動線しかなかったりっていうのも、こう取り合いだったりとか、喧嘩の発端だったりとかするので、もうちょっとこう広々と、子供もね広々遊べるように。あ、もう広々で大丈夫？なんかね、歩きづらいこの家。そうですね。で、2人の子供ってなったら多分将来的には全員でっかくなるんだろうなっていうのも想像できる中で、まだこんだけ小さいからなんとかなってるけれども、ただ今物置部屋になってる部屋に一箇所に物を集中させることはできるにしても、そんなことしちゃっていいのって話だし、5人家族でリビング以外に2つの部屋しかないのに1つ物の部屋にしちゃっていいのかどうかっていうところも、私ブルドーザーって呼ばれててこれいりますかいりませんかっていう手厚い看護をしてないっていうかね。私はどっちかっていうと、まずはストレスのない環境を作ることの方が先の人で、物の整理はってなるんだけれども、ただここでちょっと心を鬼にして言いたいのは、ちょっと見直した方がいいような気がするっていうのは、そんなに大切なものじゃないよねっていうものも見受けられたというか、プチプチいるとかさ気にしてられないから投げ捨ててるだけで、いつもだったら気にならないようなものも両手からこの子がちょっと離れれば、じゃないとあそこの物置部屋にするのはいいけど、もう一生動かなくなっちゃって 1LDK で5人暮らさなきゃいけないっていうのもどうなのっていう風になると、せっかくだったら
まあ、どの部屋も機能してて、まあ、個室は無理にしても例えばなんだけど、まあ、今お父さんの寝室がここになっちゃってるけど、物の量で言ったらお父さんのものが真ん中で集中してて、物の量で一番多いのお父さんなんですよ、まあ、ざっと見た感じ。問題はエアコン問題だけだと思うんで、まあ、そこがクリアできればそこをお父さんの部屋にして、ここはちょっと広々とさせるみたいな。やっぱり布団が常にここにあるって狭いですよ。ただただ一つの部屋を殺して片付けるっていうよりは、ちゃんと一つ一つの部屋に意味を持たせて、変な話、お父さんの部屋が多少散らかってても、やり取りして思ったのは、あんまり気にならない方なのかなっていうそんなことないです。またもうさ、純子の話を聞いた瞬間からさ、ちょっと欲が出ちゃってね、俺もいい部屋に。でも、なんつうの、私は基本的にお互いの希望を聞いた上で、こんなん出ましたけどっていう人なんで、いろいろ要望は言った方がいいですよ。でも 100% は叶えられないんで、だからお父さんは別にここで寝たくて寝てんじゃなくて、スペースが空いてるから寝てただけであんまこだわってないってことですよ。今思えば成り行きはあるんですよね。もともとはここは寝ない部屋だけど、まあ子供が生まれて、真ん中に子供を寝せてっていう時期があったんです。ただ暑くなってきた時に、こんな暑かったら死んじゃうよっつって、いろんなその人数が増えていくなっていう流れの中で結果が今こうなってるっていう。お父さんがここで寝てることのデメリットっていうのはないですか？いや、ありますよ。まあ僕はちょっと仕事が遅い日とかでも、もう少しゆっくりできたらいいなとかっていうのはあるけども、休みの日だとすげえ早く起きてきて、この僕の上に足パーって投げて、テレビ見出すんで、6時とかに。そうよ。子供はね、関係ないからそれは。私がちょっと見て気になったのは、洗濯を外で干してここで取り込むんでしょ？ってなった時に戻すのには結構遠いかなっていうのがあったり、やっぱ一つ一つの部屋に明確な目的を持った上で物の大移動があれば、もっとお母さんがイライラしない。だからお母さんは多分ここがすっきりしてれば、お父さんの部屋が散らかってようとあんまり気にならないと思うけれども、結局どこ行っても散らかってるから、だからそれがストレスなのかなって思うんですよね。そうかもしれない。お父さんのものが点在してるのがこの家の問題かな、もしかして。でもうちょっと子供中心の家にするだけでも暮らしやすさは全然変わるし、分かった、お父さんのものの量が多いからお母さんも限界を感じてるのかもしれない。どう？自分のものが多いって思っている。あちなみにパパはいくつなの？いくつだっけ？年齢46。ああ、46年間も生きるってことは物は増えるんですよ。物が増えやすい職業でいらっしゃるのかなっていう気もするので、そうですね。やっぱりちょっと取っとかなきゃいけない書類とかもあったり、そうよね。でもそれがあっちの部屋にもあるし、そっちの部屋にもあるしみたいな話じゃない？そうですね。まあ、それが確かに一箇所にまとまれば、それでいいのかもしれないですね。もうちょっとメリハリをつけないと、もう本当にこの家の一番ダメなところは、大事な収納する場所が物で塞がってて殺されちゃってるから、いつまで経っても片付かないみたいなのがある中で、やっぱそこにアクセスできればもうちょっと頑張れるんですよ。そんなに物の量は変わらないとしても、収納が開け放たれてしかしそこが稼働するだけでも、お母さんは仕事をしてても家帰ってきて嫌だなっていう気にならないと思うので、そういったところじゃない？裁判官お母さん側の弁護士みたいになっちゃって本当申し訳ないんだけど、被告みたいになっちゃってねすいませんね。いやでもやっぱりそれだけ不安なのよね。そう、やっぱ働いてる時間長いので、フルタイムね。フルタイムね。家にいられる時間が少ないと、どうしてもね、ご飯作って風呂入れてが限界。そうよね。そうなってくると、やっぱりもうちょっと整ってて、で雨の日とかでも居心地いい家みたいな、外出かけられなくてみたいな。私今日ね、本当にこの5人いるだけでめっちゃ疲れる。余計なね、争い事もなくすためにはちょっとしたことでねイラッとしちゃったりとかするから、1日でやる量としては結構なボリュームなので、できる限りお母さんとね努力してもらいたいんだけど、でそういうわけで
お母さんがストレスなく働けるように、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで、乳児を抱えるママが家事育児だけでも大変なのに、間取りの中で片付けるのは難しいですよね。ということで、次回の週末ビフォーアフターは、来週から育休が明けるママを助けるべく緊急レスキューしてまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週。さよなら。よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。